かっこいいなこの靴。こんにちは。今日はこのナンバー3ソール仕上げやっていきます。ちょっとこいつ間が空いちゃったんですが、かかとの積み上げ積んで、ソールの仕上げまで来てますのでやっていきます。イノシシ革で作ってる靴ですね。こんな感じで革を5枚積み上げてヒールを作ってます。前半部分がダブルソールなのに後半部分はシングルソールなので、その分積み上げの高さが革1枚分高くなってますね。でソール今こんな感じなので、コバとソールの仕上げをやっていきます。今コバとヒールは結構磨いて仕上げてあるんですけど、これだと色が入りにくいので一回ヤスリで少しマットな質感にします。コバインキ塗っていきます。はい、こんな感じでコバ茶色くしました。顔料強めというかのっぺりめのコバインキを使いました。これは後でローを入れて磨いていきます。じゃあ次はソール面ですね。ソール面はツルツルの銀面がついているので、これを水で濡らして削って落としていきます。ガラスで削っていきます。ガラスで落とすとこんな感じになりますね。つま先これ後で金属プレートつけるんで削ってないんですが、もともとこんな感じだったのが全体的に白っぽくなります。なんですがこれだとまだまだ粗いので紙やすりをかけていきます。紙やすりかけていくとこんな感じで少し粉っぽくなってきますね。これで皮の表面をよりきれいにならしていきます。はい、こんな感じでふわふわになるぐらいまで削りました。毛羽立ってる感じになってます。ここに染料を入れていきます。ちょっと薄めの茶色でいきたいと思います。まだ乾ききってないんですけど、ざらつきをヤスリで取っていきます。はい、ではここにこのリペアソールステインを塗っていきます。スポンジで塗っていきます。布で磨いていきます。布でひたすら磨いてこんな感じにツヤが出ました。いい質感ですね。全体にロウを塗りました。この白っぽくなっているロウを温めたコテで溶かしていきます。
布でこすって光沢を出します。これが大変なんですよね。なかなかひたすら根気よく頑張ります。ローがまだらについてるとこんな感じなんですよ。それをこんな感じに均一に伸ばしていくんですね。マスキングテープを取ります。このつま先ですね、ここ金属つけるので、今線書いてあるところで金属の厚み分2ミリぐらいですね、削り落とします。今回この靴のつま先に装着するのは銅板ですね。追記銅器みたいなこう打ち出しの模様をつけて切り出して穴を開けました。表面がね少しボコボコしてるので光に当たるとキラキラ輝きます。ソールに合うように少し丸みもつけてあります。ソールはこんな感じに銅板の厚み分に切りかけましたので、これを装着します。真鍮のマイナスビスで固定します。ということでソールの仕上げが終わりました。めちゃめちゃかっこいいです。重厚感がありますね。コバは焦げ茶に染めて、ベルトのステッチも同じく焦げ茶に染めています。ハーフミッドソールによってウエスト部分からソールが分厚くなっているのが分かりますね。ソール面はこんな感じで少し木目調というかアンティーク風な感じで染めました。でこのつま先に燦然と輝く銅板、ただピカッと光るだけじゃなくてキラキラするのが本当にかっこいいですね。少しピンク色っぽい銅と金色の真鍮のビス、いやこれはめちゃめちゃかっこいいですね。この銅を選択したのはこの靴全体の雰囲気ですね。なんとなく銅が合いそうだなと思って銅カッパーですね。銅カッパーを装着しました。小場面からも赤銅色が覗いています。ということでこんな感じでソール仕上げができました。キッシュナンバー3イノシブログは次回仕上げの磨きをして完成になります。この靴ねパッと見派手じゃないんですけど、なんていうか上品で大人な感じがたまんないですね。正直一番これ履きたいかもしれないです今作っている靴の中でかなり渋めなんで、ハマる人にはハマる靴っていう感じかもしれないですね。この靴ハッシュタグキッシュ003で制作動画一覧見れます。それと再生リスト、靴作りでも今までの靴作り含めて全部見れますので、よかったら見てみてください。それではまた。